今日のテーマは、市場価値の高いデザイナーになるには。なんでこのテーマで話そうと思ったの？デザイナーさんって成り立ちの頃なんて特にお給料が低いわよね。市場価値が高くなればお給料も高くなって、さらにデザイナーの仕事が楽しくなると思ったからよ。現状のデザイナーとしてのお仕事、お給料で満足だったら今日のお話は必要ないかもしれないわ。でももっとデザイナーとして認められたいとか、お給料が高くなりたいって人は最後まで見てもらえたら嬉しいわね。そもそも市場価値が高いデザイナーってどんな人なの？誰も解いたことのない問いに対して答えを作れる人よ。世の中には2つの仕事があるの。1つ目は答えのある仕事。2つ目は答えのない仕事ね。答えのある仕事って？答えのある仕事っていうのは、誰かがすでに解いた答えを同じように再現する仕事ね。デザイナーで言うなら、ディレクターからこのオブジェクトをここに配置して、本当はこれでここに配置してとか指示された通りにデザインしていくとか、クライアントさんにこんな戦略があるから、その戦略に沿ってこんなイメージで作ってほしいって指示されるようなイメージね。デザイナーって自分で考えたデザインをゼロから作っていく仕事じゃないの？もちろんそういうデザイナーさんも世の中にはいると思うけれど、多くのデザイナーさんは誰かの戦略や指示に従いながらデザインを作っているわね。すべてではないにしろ、答えがある程度決まっているってこと？そうね、そのパターンが多いと思うわ。じゃあ、答えのない仕事って？答えがない仕事っていうのは、どんな問題をどのように解くべきかから考える仕事。つまり、問いを作る仕事よ。具体的な例で言うと、商品の売り上げを上げたいとき、クライアントの戦略の一部として、バナーやチラシを作りたいとするわね。その場合、バナーやチラシのビジュアルで、もっとこの商品を買いたいって思わせるにはどうすればいいか、それはどんな風に消費者に届けるのがいいかなど、答えがないものに対して、どんな風に問いを作るのが正解なのかを考える仕事ね。それって、すごく難しいわね。そうね、とっても難しいわ。それに答えのない仕事って、自分がこれが正解じゃないかと思ってやっても失敗したり、多くの人にとっては正解じゃなかったりするの。このことについては、今後もっと詳しく動画にしようと思っているわ。わかったわ。とにかく世の中には答えがある仕事、答えがない仕事があるってことね。そう。そしてこの2つの仕事っていうのは、きれいに分けることはできなくて、70% は答えがあるけど、30% は自分で考えなきゃいけないとか、割合で分けれることが多いわね。ちょっと気になったんだけど、そういう答えのない仕事をしているデザイナーってどんな人なの？それはね、その人自身のデザイナーっていう言葉に対する考え方にもよるとは思うんだけど、世の中的にはデザイナーというよりもディレクターという職業の方が近いかもしれないわね。答えのないデザインの仕事をしている人って、例えばどんな人がいるの？有名な人で言うと、ビールの極生のデザインを作った佐藤柏さんとかかしらね。具体的にどんなことをしたの？極生のデザインでこんなエピソードがあるわ。クライアントはこんな課題や背景を抱えていたの。数年前に大ヒットした淡麗に続く看板アイテムを作ろうとしていたけど、
競合商品が多く、なかなか売れる新作ができない状態になっていて、よりリーズナブルなことをアピールするために、この新商品をもともとあった発泡酒よりも10円安い価格で提供することに決めてたのね。そして、クライアントはこんな依頼をしたわ。課題や背景を踏まえた上で、発泡酒にネガティブなイメージを打開して、新しい価値を作りたい。このような依頼に対して、まず佐藤柏さんは、当時発泡酒が一般的にどう見られていたかを考えていたわ。発泡酒は麦芽量を少なくすることで税率を抑えて安く提供できるようにした飲み物で、麦芽が少ないからビールのコクまでは届かないけれども、安いから飲むという人がたくさんいたの。つまり、すごく売れていたけど、ポジティブな支持があったというわけではなかったの。確かに、安いから飲むビールの代わりが発泡酒って感じがしちゃうわね。そこで、佐藤柏さんは、無理にビールに似せようとしていたのが問題の本質じゃないかっていう問いを立てたのね。発泡酒だってことを気づかせないようにして、いかにビールらしく見えるかをアピールしていたんじゃないかって。そこから発泡酒のポジティブな面を表現するにはどうするかを考え始めたの。例えば、コクが足りないんじゃなく、ライトで爽やかな飲み口とかね。ビールの代わりの発泡酒じゃなくて、ライトで爽やかな飲み口だから、ビールよりも発泡酒が飲みたいって思う人もいそうね。そうね。そんな気持ちを伝えるために、あえて今までのリッチなイメージのデザインじゃなくて、無駄を省いて、安いのには理由があるって伝わるパッケージに変更したの。こんな感じで答えのないデザインの仕事ってどんなものか伝わったかしら。少し分かった気がするわ。つまり、いきなりデザインを作るんじゃなくて、クライアントさんからもらった課題とか背景を整理したりして、本質的な課題を解決するためのデザインを考えるのが、答えのないデザイナーの仕事ってことね。そんな感じ。それにこのパッケージにしてからすごく売り上げが伸びたんだって。つまりそれって導き出した問いと答えが多くの人が求めているものだったのね。なるほど。答えのない仕事って多くの人が求めれば求めるほど売り上げにもつながってくるってことね。でも、もし一味がこんな答えのない仕事を依頼されたら諦めたり誰かに答えを教えてもらいたくなっちゃうかも。そうね。答えのない仕事って本当に難しいから、そう思っちゃう人がほとんどだと思うわ。でもね、答えのない仕事ができるようになってきたら、自分の自信になると思わない？それに、いろんな人から頼れる人だって認められるわよね。そうね。スキルなら、知識ならいくらでも答えのあるものはありそうだけど、さっき話した答えのない仕事って自分で一生懸命考えて導き出したものだから自分の経験にもなるわね。だから市場価値が高いデザイナーってことになるのね。それにね、市場価値が高い答えのない仕事をし続けるとお給料もアップするの。だって答えのない仕事ができる人なら少し高いお給料を払っても一緒に働きたい。この人じゃないとって思うもの。なるほどね。でもそんな答えのない仕事を会社で振られるようになるまでは時間がかかるんじゃないの？確かに今までは下積み的な期間があって答えのない仕事をするって流れがあったように思うわ。わかりやすく言うと、デザイナーからディレクターへのステップアップとか。でもね、今の時代テレワークも増えてきて、フリーランスになるのもかなりハードルが低くなってきたりもしてるから、答えのない仕事ができる機会って
ものすごく増えてきているわ。それに、会社の中でもスタートアップ企業で働くと、そういう答えのない仕事もするチャンスがたくさんあるの。なるほど。じゃあ、そういう答えのない仕事ができるような環境に身を置くってのも自分で選べる時代ってことね。そうね。じゃあ、今日のまとめに移りたいと思います。世の中には答えがある仕事と答えがない仕事がある。答えがない仕事は難易度が高い。市場価値の高いデザイナーになるには、答えのない仕事を意識し続けることが大切。答えのない仕事のできる環境のハードルが低い時代になってきている。最後まで見てくれてありがとう。この動画が良かったと思ったら高評価、コメントよろしくね。一リトファームは毎日頑張るデザイナーさんを応援しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。